はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズの動画では日本人同士の自然な会話表現が学べます。今日は空港バスに乗る時の会話表現を一緒に練習しましょう。先日私は京都へ行きました。その時、京都駅から大阪空港まで空港バスで移動しました。空港バスの乗り場にいた係の人と私は少し話をしたので、その時の会話を紹介します。これは日本人同士の自然な会話です。私と係の人は事前に準備をしていません。そのためスピードが速かったり、使っている単語が難しかったりするかもしれません。でも大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば必ずわかる部分が増えます。この約30分間の間に自分がわかる日本語が増えたということをぜひ実感してください。それでは早速始めましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。最初に字幕がない動画を1回見ます。これは私とバスの係員の会話です。この時、会話の内容が全くわからなくても大丈夫です。最後には必ず聞き取れるようになりますからね。続いて私からキーワードを10個提示します。次にこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。この時1つ2つの単語がわかるかもしれません。続いて会話の中の重要な部分について私から解説をします。そして日本語の字幕がついた動画を1回見ます。最後に字幕がない動画を見ます。今日この30分間の授業の最初の時に何もわからなかった人も30分後には必ずわかる部分が増えているはずです。自分が成長したということをぜひ実感してほしいです。それでは早速始めましょう。まずは字幕がない動画を1回見ましょう。私とバスの係員の会話です。それでは見てみましょう。どうぞ。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もし買われるんやったら中尾の立川間の下に切符売り場。切符売り場。もし交通系ないしカードお持ちでしたら、はい、乗るとき立ちてもいける。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。わかりました。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？今の時点で何もわからなくても心配しないでくださいね。私が一つ一つ解説しますからね。では続いて重要なキーワードを10個提示します。こちらです。すいません、チケット、買う、切符売り場、IC カード、乗るとき、タッチ、直接、チャージ式、1500円以上。はい。それでは続いてこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もし買われるんやったら中尾の立川間の下に切符売り場。切符売り場。もし交通系ないしカードお持ちでしたら、はい、乗るとき立ちてもいける。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。わかりました。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？すいませんとか切符売り場など何かキーワードが聞き取れましたか？では続いて重要な部分について解説をします。最初に私から係の人に対してこのように言いました。すいません、これチケットってどこかで買う必要がありますか？すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もし買われるんやったら中尾の立川間の下に切符売り場。切符売り場。まずはすいません、という表現です。これは日本人が相手に話しかけるときによく使う表現です。
すいませんまたはすみませんと言います。会話で少しカジュアルな印象の時はすいませんとよく言います。すみませんの方が少し正式な印象です。字で書くときは基本的にはすみませんと言います。今回私はこのすいませんとを組み合わせて使いました。この順番は入れ替えてもいいです。例えば、すいません。すいません、このようにどちらを使っても構いません。今回私は最初にすいませんと言いました。すいません、すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう代わりにやったら中尾の立川マンション切符売り場。切符売り場。続いて、チケットという表現です。例えば、映画館、美術館、テーマパークなどに入るためのこのような紙あるいは電子の証明はチケットと言います。それ以外に何か乗り物に乗る時の、その証明のもの、乗るための権利を持つそのような紙とか電子タイプのものもチケットと言えます。昔は切符という言い方が広く使われていましたが、最近ではどちらかといえばチケットの方がよく見られます。皆さんが使うときには切符またはチケットどちらでもいいです。今回私はチケットと言いました。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう代わりにやったら中尾の立川マンション切符売り場。切符売り場。また今回の会話の次の部分では実際には切符売り場という切符を使った表現が出てきます。ここで指しているのは同じものです。今回の場合だとバスに乗るためのその権利を持つ紙あるいは電子タイプのものです。それをチケットまたは切符と言います。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう代わりにやったら中尾の立川マンション切符売り場。切符売り場。続いて、どこかという表現に注目してください。どこは疑問詞です。この疑問詞にかをつけた表現、どこか。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう代わりにやったら中尾の立川マンション切符売り場。切符売り場。今私の状態はチケットを買う必要があるのかどうかわからないという状態です。それでどこかと言いました。もし私がチケットを買う必要があると知っていたら、どこかではなくどこでと言います。どこで買えばいいですかと聞きます。他にも同じようにこのような言い方があります。いつか南極へ行きたい。駅の近くで何か食べましょう。いつか南極へ行きたい。これは具体的にいつというのは分かりません。具体的に南極へ行く日を知りたい場合は、いつ南極へ行きますかと言います。でも今回は南極へ行きたいということは表したいけれど、時間については全然決まってないです。全然わからないです。そのような時にはいつかと言います。続いて何かという表現。これも同じ疑問詞プラスかの表現です。何か食べましょう。この時相手に言いたいのは食べましょうの部分です。具体的に何というのを聞きたいわけではありません。もし何という部分を聞きたい場合、相手が食べたいものを聞きたい場合には、何を食べたいですかと聞きます。今回は食べましょうと単純に誘っています。何を食べるかは決まっていないけれど、食べましょうと誘うときに何か食べましょうと言います。今回の場合は、私は相手に自分が買う必要があるかどうか聞きたいです。それでどこかと言いました。すいません。これチケットって
どこかで買う必要がありますか？すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。続いて、必要がありますかというこの部分を注目してみてください。動詞プラス必要がありますの形です。今回は買うという動詞を使いました。買う必要がありますか？すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。他にも例えばこのような例があります。ネットで調べる必要があります。このバスに乗る必要があります。このように必要がありますの前の部分には動詞を入れます。他にも似たような表現でが必要ですという形があります。この時には前には名詞を入れます。例えば購入が必要です。調査が必要です。乗車が必要です。このように前には名詞を入れます。今回は動詞の買うを使って買う必要がありますかと聞きました。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。続いて係の方がこのように答えてくれました。もし買われるんやったら中尾の立て看板の下に切符売り場。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。ここは京都です。京都では主に関西地方の方言が話されています。このチケット売り場の男性も関西の方言を話しています。なので、皆さんが教科書とかで習っているような、肯定アクセントとはちょっと違ってるかなと感じると思います。まずは買われるんやったらというこの部分を見ていきましょう。買われるというこの部分は動詞の何の形かわかりますか？ここでの動詞の形は尊敬の形です。実は買われるという同じ形で受け身を表すこともできます。でも今回は尊敬の意味で買われると使っています。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。実は動詞の受け身形と尊敬の形は同じなんですね。尊敬を表す言い方はいろいろありますが、その一つがこの買われるという形です。他にも例えば見るは見られる、来るは来られる、発表するは発表される。このように自分が敬意を表したい相手の行動を言うときにこの何られるという形を使います。今回はチケット売り場の方が私に対して敬意を表して買われると言いました。もし買われるんやったら。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。そして続いてここで関西の方言が出てきます。やったらという表現です。やったらはだったらと同じです。例えば買われるんやったらイコール買われるんだったらです。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。他にも例を挙げます。買うんやったらは買うんだったら、休日やったらは休日だったら、新鮮やったらイコール新鮮だったら、暑いんやったらイコール
暑いんだったらです。これは条件を表す表現です。皆さんが教科書などで勉強する日本語の場合は、だったらというこの形が使われますが、関西の地方ではだの部分がやに変わってやったらと言います。今回のこの男性も買われるんやったらと言いました。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。もし買われるんやったら、すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。そして続いてお店の名前が出てきます。中尾。どうでしょう？皆さん中尾は知っていますか？日本にあるチェーン店なんですが、実は今回私が乗ろうとしているバス乗り場のすぐ近くに中尾の店舗がありました。で、その中尾の店舗のすぐそばに切符売り場がありました。それでこの男性は目印としてこのお店の名前を言いました。中尾。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。その中尾の縦看板の下。縦看板というのは地面に立ててお客さんとか通っていく人に商品などを宣伝するお店の名前を見せるためのものです。それを縦看板と言います。で、今回この男性はその縦看板の下と言いました。実際には縦看板ではなく普通の看板なんですが、この時この男性はなぜか縦看板の下と言っていました。でも言いたいことは分かりますよね。中尾というお店のその看板のすぐ近く、あるいはすぐ下に切符売り場があるということです。もし買われるんやったら中尾の縦看板の下に切符売り場。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。そして最後の部分の切符売り場。ここはチケット売り場と言ってもいいです。今回の場合は意味は同じです。切符売り場またはチケット売り場と言います。売り場というのはそれを売っている場所です。切符売り場以外にも、例えばスーパーマーケットの野菜売り場とか、百貨店などの子ども服売り場など、このようにそれを売っている場所のことを売り場と言います。もし買われるんやったら、中尾の縦看板の下に切符売り場。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。そしてこのスタッフの方の言葉は最後まで完結していませんね。もし完全な文にするなら、例えば中尾の縦看板の下に切符売り場があります。どこに何があるというこの形をきっと使うと思います。でも今回は最後の部分は言わないで切符売り場と言いました。もし買われるんやったら中尾の縦看板の下に切符売り場。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。続いて私は男性が言った切符売り場という言葉をもう一度繰り返しました。切符売り場。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。そしてこの係の方は紙の切符を買う以外の方法も教えてくれました。もし交通系の IC カードをお持ちでしたら乗るときタッチでも行けます。切符売り場。もし交通系の IC カードをお持ちでしたら、乗るときタッチでもいける。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。交通系の IC カードというのは地下鉄や電車
バスなどに乗るときに使うチャージ式のカードのことです。現在はカード以外にスマホなどのアプリのバージョンもあります。例えば東京でよく使われているのはスイカとパスモです。地域によっていろいろな名前の IC カードがあります。でも全て共通しているのはそこにお金を入れてそれで乗り物に乗るそのための道具ということです。それを、総称して交通系の IC カードまたは交通系 IC カードと呼びます。切符売り場、もし交通系の IC カードをお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいける。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。これは乗り物に乗る以外に実は買い物の時にも使えますので、日本へ旅行する時はすごく便利ですね。ぜひ皆さんもそのカードを買ったり、あるいは、スマホのアプリをねダウンロードして使ってみてください。続いてお持ちでしたらという部分を説明します。これは敬語の一種、尊敬の表現です。意味は持っていたらです。今回はこの係の方は客である私に対してすごく丁寧な表現を使ってくれました。その一つがこのお持ちでしたらという表現です。もしカジュアルな表現なら持っていたらと言いますが、今回は丁寧にお持ちでしたらと言いました。切符売り場、もし交通系の IC カードをお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいける。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。そしてお持ちでしたらのこのたらの部分は条件を表す表現です。たけプラスらの形。切符売り場、もし交通系の IC カードをお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいける。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。例えばこのような例があります。このボタンを押したら切符が出てくる。明日雨だったらイベントは中止です。暑かったら遠慮せずエアコンをつけてください。このようにたらというね条件の形、会話の中でもよく使われます。今回はそのまま乗ることができる条件としてお持ちでしたらとこのたらの形を使いました。もし交通系の IC カードをお持ちでしたら、切符売り場、もし交通系の IC カードをお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいける。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。そして今回お持ちでしたらの前の部分には本当は助詞のおを入れるべきなんですが、会話では皆さん知っての通りよく助詞が省略されますね。なので今回も IC カードをお持ちでしたらと言いました。でももし正式な感じで文で書くなら IC カードをお持ちでしたらです。切符売り場、もし交通系の IC カードをお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいける。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。そして最後の部分、タッチでもいけます。タッチというのはそのカードとかスマホのアプリなどを軽くそこに触れる、あるいは近づけることを指します。タッチでもいけますのいけますという表現、これも会話でよく出てきます。ここでの意味ではそれがうまくできるという意味です。タッチでもいけます。つまりタッチでも乗ることができます。タッチでも支払うことができますという意味です。切符売り場、もし交通系の IC カードをお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいける。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。このいけますというのは他にも意味があって、例えば何か食べたり飲んだりしているとき、そのものが美味しいと感じたらそれもいけると言えます。またあるもののレベルが相当なものだと言いたいときにもいけると言います。例えばこのような例があります。あの店は酒だけじゃなく料理もいけるよ。酒はもちろん美味しい。でも料理もすごくレベルが高く美味しいですという時に料理もいけると言います。それから会社の中で同僚とある問題の解決方法について話をしています。その時に一人がいいアイデアを思いついて、ああ、この方法ならいけるねと言います。この方法ならいけるね。その意味はうまく
解決することができるです。このように会話の中でいけるという表現よく使われます。もしかしたらアニメとかドラマの中で聞いたことがあるかもしれません。今回は、係の方はタッチでもいけますと言いました。切符売り場。もし交通系 IC カードお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいけます。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。もし交通系の IC カードをお持ちでしたら、乗るときタッチでもいけます。切符売り場。もし交通系の IC カードお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいけます。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。そしてそれに対して私はこのように言いました。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。切符売り場。もし交通系の IC カードお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいけます。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。ここで私が使っている払ってもいいという部分に注目してください。これは動詞のてけプラスもいいという表現です。これは許可とか情報を表します。切符売り場。もし交通系の IC カードお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいけます。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。例えばこのような例があります。食事が美味しいなら店が狭くてもいい。これは情報とか許可を表します。食事が美味しくて店が広ければもちろんそれは最高です。でも食事の味の方が優先されるべきなので、狭かったとしても問題ありません。許せます。許可できます。譲歩できますということです。その時、食事が美味しいなら店が狭くてもいいと言います。今回私はそれで直接払ってもいいと言いました。バスの料金の支払い方法について、切符を買うという方法はもちろん基本としてありますが、でも IC カードがあればそれも OK ですということを表すために、直接払ってもいいと言いました。切符売り場。もし交通系の IC カードお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいけます。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。そしてでもいいの後ろの部分を変えて、でもいいですかと疑問の形にすると、相手に対して許可とか情報を尋ねる意味になります。例えば、ここ座ってもいいですか？カフェでどこかに座りたい時に隣の人に聞きます。ここ座ってもいいですか？座るという動詞の定型、座ってプラスもういいですか？これは相手に許可とか情報を求めます。今回私は払うという動詞の定型、払ってプラスもういいという形を使いました。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。切符売り場。もし交通系の IC カードお持ちでしたら、はい、乗るときタッチでもいけます。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。そして続いて係の方がその IC カードについて補足の情報を説明してくれました。チャージ式やったら1500円以上入ってたら、チャージ式やったら1500円以上入ってたら。わかりました。ありがとうございます。チャージというのは、例えばカードだったらそこに事前にお金を入れておくことです。それをチャージと言います。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。わかりました。ありがとうございます。続いて、やったらという、これはさっきも紹介した関西の方言が出てきます。意味はだったらと同じです。チャージ式やったらイコールチャージ式だったらです。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。わかりました。ありがとうございます。そして具体的な金額について説明をしてくれました。1500円以上入ってたら。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。わかりました。ありがとうございます。入ってたらは入っていたらと同じです。会話の時には間のいが抜けて入ってたらと言います。他にも例えば使っていたらは使ってたらに変わります。見ていたらは見てたらに変わります。勉強していたらは勉強してたらに変わります。このように会話の時、より短く話すために
いの部分を省略することがあります。今回は入ってたらと言いました。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。わかりました。ありがとうございます。で、ここで私がすぐにわかりましたと言ったので、男性は最後の部分は言いませんでした。もし完全な文で言うなら、例えばこのように言ったと思います。チャージ式やったら1500円以上入ってたら払えます。チャージ式やったら1500円以上入ってたら大丈夫です。このように払えるとか大丈夫とかそういう言葉を後ろにつけたと思います。今回は後ろの部分は言わず途中で終わった形です。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。わかりました。ありがとうございます。そして私はこのように答えました。わかりました。ありがとうございます。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。わかりました。ありがとうございます。はい。それでは続いて日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。今一つ一つの重要な部分について見てきたので、なんとなく全体の会話の内容がわかると思います。ぜひ挑戦してみましょう。では聞いてみましょう。どうぞ。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。もし交通系ないしがお持ちでしたら、乗るとき立ちてもいける。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。わかりました。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？何か聞き取れたフレーズとか単語とかありましたか？では最後に字幕がない動画を見ます。30分前何もわからなかった方たちも今ならわかる部分があるはずです。自分の成長を実感してください。それでは始めましょう。どうぞ。すいません。これチケットってどこかで買う必要がありますか？もう買われるんやったら中尾の立川マンション切符売り場。あ、切符売り場。もし交通系ないしがお持ちでしたら、乗るとき立ちてもいける。それで直接払ってもいいんですね。わかりました。チャージ式やったら1500円以上入ってたら。わかりました。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？今日の約30分間の短い間でも自分の成長を実感できたと思います。確実にわかる部分が増えたと思います。私のチャンネルではこのような実用日本語以外に Vlog の形で日本の観光地とか買い物をする時の様子などを紹介しています。またあれこれラジオという名前で私がずっと日本語で一人で話している動画もあります。皆さんどんなものが好きなのかわからないし、自分の学習方法に合ったものを探すのが重要だと思うので、ぜひ好きなものを見つけて繰り返し聞いて練習してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。